はようございます。岩崎です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今お見せした質感の異なる小さな道具たち、すべて私が愛用しているモンベルのアイテムです。モンベルというとアウトドアのイメージが強いですが、その軽くコンパクトで機能的という特徴は私たちの普段の生活、毎日の通勤やカフェでの作業、買い物の質を劇的に上げてくれます。今回は私が毎日街へ出かけるときに持ち歩いている手放せない便利小物を8つ価格と合わせてご紹介します。毎日のカバンの中身を少しだけ洗練させるヒントになれれば嬉しいです。それでは見ていきましょう。どうぞ。まず1つ目にご紹介するのはバティックサロンです。価格は税込み2090円。モンベルの中では少し珍しいエスニックな柄が目を引くレーヨン素材の大判布です。広げると縦120センチ、横170センチという体をしっかり覆える大きさがあります。それでいてこのレーヨン特有のテロッとした滑らかな肌触りとほんのりとした涼感が本当に心地よく、畳めば薄く収まります。普段の生活での出番は驚くほど多く、ただの1枚の布だからこそアイデア次第で無限の使い方ができます。例えば温度調整、冷房が効きすぎているカフェや電車、映画館などではさっと広げて肩掛けや膝掛けとして大活躍します。逆に日差しが強い真夏の街歩きでは肩から羽織ることで直射日光から肌を守ってくれます。レーヨン素材なので首に巻いても暑苦しくなく、さらっとした涼感を保てるのが強みです。次に目隠しとしての使い方。カフェで少し席を外す際、 PC の上にふわりとかぶせておいたり、中身が見えやすいトートバッグの上に蓋代わりにかぶせたりすることで街中でのプライバシーをスマートに守ってくれます。さらに外で一休みするときに公園のベンチに引いたり、カバンの中でカメラや電子機器を保護したいときに風呂敷のようにくるっと包んで緩衝材代わりにしたり、形が決まっていないからこそその時々の日常のちょっとした隙間を柔軟に埋めてくれる都会の生活に欠かせない万能なマルチクロスです。2つ目にご紹介するのは日常の水分補給をワンランク引き上げる最高のカスタマイズです。ベースとなるのはこのチタンアルパインサーモボトル 0.5 リットル、価格は税込み8000円です。このボトルの最大の魅力は一般的なステンレス製よりも圧倒的に軽く、毎日カバンに入れて持ち歩いても全く負担にならないことです。そして何より金属特有の匂い移りがないという点です。朝入れたてのこだわりのコーヒーや香りの良い紅茶、あるいはお白湯を入れても本来の香りや味わいを一切損なわずに持ち運べるのは純度の高いチタンならではの特権です。もちろん真空2層構造なので、朝入れた氷が夕方までカランと音を立てるほど高い保冷保温力も備えています。そしてこの素晴らしいボトルの進化をさらに引き出すのが別売りの交換用アクティブリッド M、 税込み1100円です。本来は内栓を開けてコップを注ぐ仕様ですが、この蓋を組み合わせることで指1本で跳ね上げて直接口をつけて飲めます。直飲み仕様へと進化しています。合計で9100円のセットアップになります。この直飲みできるチタンボトルが もたらす日常の快適さは計り知れません。例えばカバンやスマホで両手が塞がりがちな通勤中や車の運転中、喉が渇いた瞬間に歩みや作業を止めず片手でさっと蓋を開けて冷たい水を流し込めます。またオフィスのデスクやカフェで PC 作業している時も蓋があるので、万が一倒してもこぼれない安心感がありつつ、飲みたい時にワンアクションでスマートに喉を潤すことができます。山岳用の極めて高いスペックを持ったまま、都会での機動力と利便性を極限まで高めた自分専用のタンブラー。毎日飲み物の時間がより上質で心地いいものに変わる、個人的に最強のボトルセットです。3つ目はアクアペルスタッフバッグ5リットル、価格は税込み2600円です。濡らしたくないもの、あるいは逆に濡れているものをカバンに入れて持ち運ぶなら間違いなくこれの出番です。最大の特徴は一般的なミシン縫いではなく、生地の接合部を熱で溶着するウェルダー加工で作られていること。針穴が一切ないため、入り口をくるくると巻いてバックルを留めるだけで
極めて高い防水性と密閉性を発揮します。日常での便利な使い方は大きく分けて2つあります。1つ目は大切なものを水から守る防水インナーバッグとしての使い方。例えば最近多い突然のゲリラ豪雨、カバンの中まで濡れてしまわないかヒヤヒヤしますが、この中にカメラやモバイルバッテリー、タブレットなどの電子機器を入れておけば、カバンの中に絶対的な安全地帯を作り出すことができます。少し空気を残して口を閉じれば簡易的なクッション代わりになり、機材を優しく守ってくれます。2つ目は水気や匂いを漏らしたくないものを入れる隔離バッグとしての使い方です。汁物や匂いが心配な手作りのお弁当箱を入れたり、仕事帰りのジムで汗をかいたウェア、あるいは雨の日に使って濡れた折りたたみ傘をそのまま放り込んでおいたり、高い密閉性のおかげで同じカバンに入っている大切な書類やタブレットに水分や匂いが移るのを完璧に防いでくれます。さらに素晴らしいのが底面が丸ではなく四角く設計されている点です。お弁当箱を入れても傾きにくく、四角いリュックやトートバッグの中に入れても無駄なデッドスペースができません。パズルがはまるように美しくカバンに収まる、日常のパッキングを驚くほど機能的にしてくれる見えないところでの立役者です。4つ目は現代の街歩きにおける隠れた必需品、 OD ガベッジバッグ4リットルです。価格は税込み2300円。近年街や駅からゴミ箱がどんどん減っていて、ゴミを捨てたくても捨てられないと困った経験は誰にでもあると思います。例えば飲み終わったテイクアウトのコーヒーカップやお菓子のベタつく包み紙、手を拭いた後のウエットティッシュなど、これらを大切なお財布やノートパソコンが入っているメインのカバンの中に直接入れるのは、匂いが移ったり液漏れしてカバンの中が汚れたりする危険があり、絶対に避けたいですよね。そんな都市生活の小さなストレスを完全に消してくれるのがこのアイテムです。本来は山の厳しい環境で出たゴミを野生動物を刺激しないよう安全に持ち帰るために作られたバッグです。そのため極めて高い密閉性と防水性を備えています。使い方はとても簡単で、ゴミを入れたら入り口をくるくるっと巻いてバックルを止めるだけ。たったこれだけで飲み残しの水分や不快な匂いをバッグの中に完全に閉じ込め、外へ逃がしません。そしてさらに秀逸なのがバックル部分を利用してカバンの外側に外付けできる点です。リュックのループやトートバッグの持ち手にカチャッとぶら下げておけば、メインのカバンの中身を圧迫することなく、内部の清潔さを完璧に保ったまま家まで持ち帰ることができます。帰宅したら中のゴミを捨ててさっと水洗いをするだけで、お手入れも簡単です。自分が出したゴミをスマートに持ち帰り、カバンの中もそして気分もクリーンに保つ。一度この快適さを知ると、これなしでの外出は考えられないほど日常の精神的な身軽さを支えてくれるアイテムです。5つ目はカバンの中の整理整頓の決定版、ライトポーチ M です。価格は税込み2000円。重量はたったの 35g と、手に持っていることすら忘れてしまうほどの軽さです。このポーチの最も優れている点は、その緻密に計算された構造にあります。ジッパーがこの字型で大きくガバッと開く仕様になっているのですが、両サイドに絶妙な高さのマチが設けられています。そのためテーブルの上で全開にしても、中に入れたものが横から絶対にこぼれ落ちません。中身が一目瞭然なのに散らからない、この絶妙なバランスが見事です。日常の具体的な使い方として、私はここに毎日必ず持ち歩く細々としたアイテムをすべて集約しています。例えばスマートフォン用のモバイルバッテリーや充電ケーブル、ワイヤレスイヤホン、さらにはカメラの予備バッテリー、リップクリームや目薬、絆創膏といったエチケット用品まで、これらをバラバラにカバンに入れると、いざという時に底の方で迷子になりがちですが、このポーチなら一目で全体が見渡せて、目的のものへすぐ指が届きます。薄手でしなやかなリップストップナイロン生地なので、中身の量に合わせて柔軟に形を変え、カバンの隙間にスッと収まるのも素晴らしい点です。また必需品を一つのポーチにまとめることで、
カバンの移し替えが劇的に楽になります。平日の仕事用のリュックから休日の身軽なバッグに変える時も、このライトポーチをポンと移し替えるだけで準備は完了です。忘れ物をする心配もなくなり、日々の探す、移すという小さなストレスを完全にゼロにしてくれる、まさに手放せない名作ポーチです。6つ目は、よりミニマルな外出におすすめしたいフラットバッグ16。価格は税込み2600円です。重さはたったの 21g。 このバッグの最大の特徴は、よくある丸めて収納するエコバッグとは違い、折りたたんだ状態が極限まで薄い平らな形状になることです。カードケースや薄い手帳のようにぺたんこになるため、丸まったり分厚く不格好に膨らんだりしません。だからこそ、ジャケットの内ポケットやパンツの後ろポケット、あるいは財布とスマホしか入らないような小さなサコッシュの中など、どんなわずかな隙間にも完全に存在感を消して忍ばせることができます。そして驚くべきは、この極薄の収納状態からは想像できないほどの収納力です。広げると16リットルもの容量があり、いざとなれば2リットルのペットボトルが3本もすっぽりと収まってしまうタフさを持っています。ただ、日常での出番はこういった重い荷物を運ぶ場面だけではありません。フラットバッグという名前の通り、フラット、本屋に立ち寄って雑誌を買った時や、ギャラリーで美しい図録や A4 サイズの書類を受け取った時などに進化を発揮します。一般的な底が広いエコバッグに本や書類を入れると、歩くたびに中で動いて角が折れたり曲がったりしてしまいますが、このバッグなら大切な書類や本を体に沿わせるように綺麗な状態のままスマートに持ち帰ることができます。手ぶらで身軽に出かけたい、でも不意の荷物や素敵な出会いには備えておきたい、そんな現代のミニマムな都市生活に最も美しく寄り添ってくれる究極の薄型バッグです。7つ目はマイクロタオルフェイス。価格は税込み2000円です。手に取るとまるで卵1個分ほどの小ささで、重さはわずか 29g。 ポケットに入れても全く膨らまない極小サイズです。ループについているスナップボタンを外して広げると、じゃじゃーん、長さ80センチのしっかりとしたフェイスタオルに早変わりします。このサイズ感のギャップには何度使っても驚かされます。日常の使い勝手を劇的に上げている最大の理由は、その圧倒的な吸水性と一瞬で乾くという速乾性にあります。極細のマイクロファイバー糸が使われているため、タオルでゴシゴシとこする必要はありません。ポンポンと軽く押し当てるだけで瞬時に水気を吸い取ってくれます。例えば出張の洗面所でペーパータオルがないとき、普通の小さなハンカチだと一度手を拭くとびしょびしょになってしまいますが、これなら何度手を洗っても余裕の吸水力を見せてくれます。また、急なゲリラ豪雨で濡れてしまったカバンや大切な電子機器をさっと拭き取ったり、仕事帰りにフラッと銭湯やサウナへ立ち寄る際も、これ1枚で全身の水分を拭き上げるミニマムなバスタオルとして完璧に機能します。そして何より秀逸なのが付属のスナップボタン付きループです。使った後は濡れたままカバンの中にしまうのではなく、カバンの持ち手などにパチンとぶら下げておくだけ。歩いている間に風に当たり、いつの間にかカラッと乾いてしまいます。濡れたタオルを持ち歩くという不快感から完全に解放される、毎日気兼ねなく使い倒せるハンカチの完全な上位互換です。最後、8つ目にご紹介するのは UL モノバッグ L。 価格は税込み4200円です。日常で急に荷物が増えるシーンに最も強い極薄超軽量のエコバッグです。手に取ると羽のように軽く、重量はわずか 49g しかありません。しかし広げると容量はしっかり19リットルを誇ります。これは一般的なデイバッグとほぼ同じ大きさで、出先で脱いだかさばるアウターや出張用のノートパソコン、スーパーでのまとめ買い、さらには買ったばかりの靴の箱まですっぽりと飲み込んでしまう非常に頼もしいサイズ感です。
世の中にエコバッグは数えきれないほどありますが、このバッグがそれらと一線を画すのは、テントなどにも使われる引き裂き強度の強い素材を持っている点と、開口部に荷物の飛び出しを防ぐバックルがついている点です。一般的なエコバッグは荷物を入れると口がだらしなく開いてしまい、中身が丸見えになったり、置いた時にこぼれ落ちたりしがちです。しかしこれは荷物を入れた後に上部のバックルをカチッと止めるだけで口がキュッと閉まり、中身を確実に隠してくれます。このワンアクションだけでただのエコバッグからスタイリッシュなトートバッグへと見栄えが変わり、街中で持ち歩く際のスマートさが格段に上がるんです。持ち手は荷物が重くなっても肩掛けしやすい絶妙な長さに設計されています。そして使わないときは内側に縫い付けられた小さなポケットに生地をくしゃくしゃっと押し込むだけで手のひらサイズに収まります。綺麗に畳む手間すら必要ありません。普段はメインバッグの隙間に一つ忍ばせておけば、日常のあらゆる荷物が増えた瞬間をスマートかつスタイリッシュに解決してくれる、動画の最後を飾るのにふさわしい頼もしい相棒です。いかがだったでしょうか。山の厳しい環境を想定して作られたモンベルの小物たちは、日常のちょっとした不便さや持ち物の重さというストレスをとてもスマートに解決してくれます。道具を変えるだけで毎日の通勤や街歩きの足取りはもっと軽やかに自由になります。皆さんの生活に取り入れてみたいアイテムはありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録、ハイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。